ご視聴ありがとうございます。この動画を見ていただく前に注意点があります。では、見ていきましょう。漫画の一巻で、大型巨人が初めて現れた時を、進撃1年目とさせていただきます。今から約2000年前。まだ世界は群雄割拠の状態。エルディア王国は近くの征服した国から奴隷を連れてきていました。ユミルも奴隷の一人です。ある日、ユミルが豚を逃がしてしまいます。誰じゃい、名乗り伝統、お前ら全員、目玉くり抜くぞ。奴隷たちは、ユミルの仕業だと、チクります。追い詰められ、木の穴に落ちてしまいます。その穴の中で、巨人化の力を手に入れました。巨人の始祖、ユミルの誕生です。彼女は巨人化の能力を生かして国王のために一生懸命働きました。フリッツ王は巨人の力を利用しようと考えます。奴隷よ、結婚してやるぞ。ユミルは王族の一員になれました。シーナ、ローゼ、マリア、3人の子宝に恵まれます。ユミルが巨人の力を手に入れてから13年後、敵国マーレから刺客が送り込まれます。ユミルがかばい、大怪我を負ってしまいます。しかし、巨人の力を宿しているので、そう簡単には死にません。しかし、奴隷よ、もっと働け。愛してたのに、私のことを奴隷としか見てなかったのね。ユミルは絶望して死んでしまいます。フリッツ王は何とかして、巨人の力を継続させたいと考えます。3人の娘に母親を食べさせます。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。こうして、巨人の力は3人の娘に継承されました。3人のうち誰が継承するんでしょうか。始祖の巨人の能力を引き継いだ子。エルディア王子と結婚できます。この中の一人が母親を食べる権利が与えられます。こうして、始祖の巨人は代々エルディア王族に引き継がれていきます。一方、彼女たちも巨人化の能力は引き継いでいます。生まれた子供たちも巨人化の能力は引き継いでいます。いつしかユミルの民と呼ばれるようになります。ある日、突然変異で巨人になる子が出てきます。何代か時を経て、8つの巨人が誕生します。約1900年前。マーレとエルディアは長年領土争いをしています。9つの巨人を擁してマーレに攻め込みます。ラーゴの惨劇。モンテの3倍。バレの惨禍。巨人の力で瞬く間にマーレ国を征服します。後にタイバーはこれらの事件を否定しますが、何らかの惨劇があったと考えられます。大陸全土を掌握します。エルディアは世界の大半を征服します。それから1700年ほどエルディア人の支配が続き、約150年前、エルディア国内は腐敗し、権力争いに明け暮れます。それぞれ巨人を擁する地方の貴族が揉めます。そこをマーレ人は利用します。貴族を扇動して内戦を起こさせます。巨人大戦勃発。数十年、戦いに明け暮れます。約100年前、145代目、エルディア国王、カール・フリッツ。彼は戦争に疲れ、心底平和を願っていました。鉄槌の巨人を擁するタイバー家と相談します。
もう戦争はしたくないんじゃ。任せてください。マーレ人のヘイロスとタイバー家が手を組んで、各地の貴族を次々と倒していきます。タイバー家は自ら身を引きます。カール・フリッツはパラディ島に引きこもり、壁を作ります。マーレ人のヘイロスがエルディアを倒したということになりました。ヘイロスはマーレ人の英雄として称えられます。大陸に残されたエルディア人は収容所に隔離されます。7つの巨人はマーレ人の管理下に置かれます。進撃の巨人は身を隠します。ちなみに、大戦の隙を突かれ、中東勢に領土を少し奪い返されました。一方、パラディ島では、パラディ島に逃げてきたカール・フリッツは、壁を作ります。そしてエルディア人の記憶を抹消します。さらにシソユミルと付箋のちぎりを交わします。もう僕は戦いません。地ならしは発動しません。了解。その願い、叶えよう。これ以降、エルディア王は地ならしを使えなくなります。以降、マーレ国の支配が続きます。約60年前。マーレ大陸のエルディア人は収容所に隔離されてます。ユミルも収容所で生まれた孤児です。エルディア人からシソユミルの生まれ変わりとして崇められてしまいます。しかしマーレ人に見つかり、捕まってしまいます。マーレ人にとって危険なエルディア人は楽園送りになります。巨人か注射を打たれ、無垢の巨人にされてしまいます。その後、数十年さまよい続けます。危険なエルディア人はどんどん無垢の巨人にされ、さまよい続けます。壁の中のエルディア人は記憶を抹消されたので、なぜ壁の外に巨人がいるのかわかりません。壁の外のことは何もわかりません。約35年前。マーレ国のみなと町、レベリオ。エルディア人収容区。グリシャ・イェーガー9歳。さあ、物語はここから始まります。後にエルディア王家の血を引くダイナ・フリッツと結婚します。二人の間にできた子がジーク。後にカルラと再婚します。二人の間にできた子がエレン。エレンが進撃の巨人の主人公ですが、親子3人が主役の壮大な物語とも言えます。話を戻します。物語はこの日から始まります。飛行船を見たかったイェーガーは、妹を連れて壁の外に出ます。無許可で壁の外に出ます。マーレ人警察に捕まります。妹が殺されてしまいます。グリシャはマーレ人に復讐すると誓います。それから10年後、大人になったグリシャは反体制組織のエルディア復権派に加入します。エルディア復権派とは、パラディ島に逃げた始祖の巨人を奪い、再び巨人の力でマーレ人を征服するのが目的です。エルディア王族の血を引くダイナ・フリッツに始祖の巨人を引き継いでもらおうと考えます。やがて二人は結婚し、ジークが生まれます。9年後、
フリッツ王は偽物です。本物のエルディア王はレイスと名前を変えて隠れています。現在の始祖の巨人保持者。ケニー・アッカーマン。アッカーマン一族は壁の王に逆らったことから、歴代迫害を受けてきました。アッカーマン一族の恨みを晴らすべく、ウーリーを殺そうとしますが、巨人パワーで返り討ちに遭います。処刑されてもおかしくないですが、今までごめんね、許しておくれ。感服したケニーはレイス家のために働くことを誓います。憲兵に就任し、レイス家のために汚れ仕事を引き受けます。2年後、ジーク11歳。ある日ジークはイェーガー家に逮捕が迫っていることを偶然知ります。一家全滅を避けるために仕方なく両親を密告します。1年後、楽園送りになります。俺がフクロウだ。彼がエルディア復権派の首謀者でした。俺の後を継げ。壁の中に行き、始祖の巨人の能力を奪うのだ。お前が壁の外に出た時から、運命は決まっていたのだ。これはお前が始めた物語だ。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。壁の中に潜入し、医者をやりながら始祖の巨人を探します。その頃世界は、長らくマーレ人の支配が続いていましたが、少しずつ世界情勢が変わってきました。ラングロ人が蒸気機関を発明して以来、次々と革新的な工業製品が生み出されます。大型船、蒸気機関車、飛行船など、次々と発明されます。石油の重要性が増してきます。中東の国々。中東の国々には石油がたくさん眠ってます。石油をめぐって緊張が高まります。ヒーズル国はナイチャと敵対。敵の敵は味方。ってことで、マーレと手を組みます。さらにパラディ島の地下資源を狙ってます。マーレを取り巻く環境は厳しくなってます。そして13年後、いよいよ進撃元年。レベリオの収容所。ジークは大人になりました。獣の巨人を引き継ぎ、戦士長となりました。巨人の能力を引き継いだ部下たち。マーレ政府はパラディ島にいる始祖の巨人を危険視してました。始祖の巨人を奪うのじゃ。4人の戦士がパラディ島に送り込まれることになりました。その頃、壁の内部では、13年前に壁の中に潜入して以来、ずっと始祖の巨人を探していたグリシャ。その間にカルラと結婚してエレンも生まれました。フリッツ王は偽物だと気づきました。本物の王はレイスと名前を変えて、隠れていることを見抜きます。始祖の巨人はウーリーからフリーダに継承されました。俺は調査兵団に入るよ。エレンよ、帰ってきたら秘密にしていた地下室を見せてやる。グリシャはレイス家の元へ向かいます。一方、パラディ島に上陸した4人。しかし、この4人の人選にかなり問題があります。協調性がない兄。メンタルが弱いライナー。優柔不断なベルトルト。
唯一頼れるマルセル。無垢の巨人に変えられて60年間さまよってたユミル。唯一頼れるマルセルがボケっとしてるライナーをかばって食べられてしまいます。しかもライナーが慌てて逃げたため、アギトの巨人の能力も取り返すことができませんでした。今サラマーレに戻れません。任務失敗の責任を取らされて処刑される恐れがあります。仕方なく3人は任務を続行します。アギトの巨人を継承したユミル。シガンシナクを目指す3人。シガンシナク。壁にたどり着いた3人。さあ、ここからがコミック1巻の始まりです。壁の外に初めて超大型巨人が現れた日です。ご視聴ありがとうございました。前編はこの辺りで終わりたいと思います。続編も制作中です。制作の励みになりますので、もしよければチャンネル登録及び高評価をお願いします。コメントもちゃんと読ませていただいてます。